はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、アーティ T10 Pro です。メーカー名の読み方、アーティでいいの？いいと思うよ。YouTube のアーティのチャンネルでそう発音してたから。あと、担当の方にも聞いてみたし。そっかー。じゃあ、アーティで覚えとこうっと。このメーカーさんのモデルは初めてレビューするんですよね。そうだね。今までご縁がなかったからな。そんなわけで、一つ前の T10 がどんな音質なのかわからないんで、今回は手持ちのプレイナーモデルとの比較になるよ。はい、了解です。デザインはいわゆるタンクボディですね。メタル仕焼けで、カラバリはシルバーとブラックの2色です。シンプルで、金属の質感が強調されていてクールです。サイズは全体的に小ぶりで、測ってみるとよくわかります。オールメタルなボディの割に、片側 4.7g と軽いです。これと比較してみてほしいな。ああ、ナイス HCK F1 Pro ね。こんな感じよ。どう？ほう、F1 Pro よりさらにちょっと小さめなんだ。厚みが結構違うんだね。そうね。装着すると F1 Pro より厚みがないのがよくわかるわ。どっちも装着感はいいのかな？いいわよ。小ぶりで軽いからね。価格は2万くらいするのかしら。1万円台中盤でクーポン使うと1万2000円ぐらいになるよ。いつまでクーポンがつくかはわからないけどね。プレイナーモデルの価格としてはお安めな方かしら。そうだね。この価格帯のプレイナーモデルは最近いいのがちょこちょこあるからあんまり驚かなくなったけどね。ドライバーはどうなんだっけ？ 14.2mm のプレイナータイプだよ。このサイズは結構王道って感じだよね。確かによく耳にしますね。ケーブルは高純度 OFC216 ストランドのコーコア 3.5、4.4mm に交換できるタイプ。こんな風にネジ切ってあるから抜ける心配もないね。今回はこのケーブルを音収録と視聴に使用したよ。イヤーチップは2種類バンドルされていて、内径サイズの違いで広域の特性が結構違うんだけど、コウテイのバランスは白の波形のバンドル2の方がいいかな。それもあってバンドル2によったリバイナスベルベットを使うことにした。はい。サウンドチェックの比較モデルはどうしましょうか？一つは大きさ比較で登場したナイス HCK F1 Pro。ドライバー口径が同じで価格帯や形状も似てるからね。そしてもう一つはこれ。ああ、リンハイファイドゥードゥーね。ドライバーサイズは 13mm とちょっと小ぶりなやつだ。でもバランスはすごく良かったよね。価格は発売当初より下がって1万1000円切るぐらいになってるようだわ。なるほど。ドゥードゥーは買い時かもね。音調整の基準は T10 Pro。使用ケーブル、イヤーチップは上の通り。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
サウンドチェックでした。T10 Pro は低域が結構重いんですね。そして広域はやや控えめに感じました。プレイナーモデルらしからぬ柔らかい広域を狙ったチューニングなんですかね。そうだと思うよ。収録音も大体波形のイメージ通りで T10 Pro が低域より中広域控えめ、広域は10キロ以上で1ピークあり、DoDo と F1 Pro が低域はさほど強調せず、DoDo は中広域から広域を結構出す。F1 Pro は中広域は T10 Pro に似たカーブだけど5から7キロあたりをよく出していて抜けがいい。それぞれ特徴がはっきり出たって感じかな。そう思うよ。T10 Pro の傾向はレッドショア S08 に似てる気もするわ。低域重視、中広域を少し抑えてるあたりは確かに似てますね。T10 Pro のバランスは低域寄りなので視聴にはもう少し広域を出したくてピンクのカーブのセドナイヤーフィットライトに変えてみた。バンドル品も白の波形の方がおすすめって言ってたもんね。まず量感のある低域はやや硬質に感じ、量感の割にバスドラ、ベースのアタックがしっかり感じ取れる。スネアはローナビ優先で太いな。スナッピー側をもっと出したければ3から5キロ手前付近中心に EQ 補正すると効果ある。ああ、なんかパッと明るくなりますね。そう。タム系はフロアタムの迫力もバッチリでタム回しの定位感もいい。いつもフィーを K7 で聞いているんだけどたまにはと思って全ダックで聞いてみると低域の感じは全ダックの方が迫力あって T10 Pro に合っている気がしたわ。何で聞くかで印象変わるんだね。あらほんと、いい感じね。中域は最近見た波形の中では割としっかり落としてますかね。そうだね。このメリハリで低域がより聞こえやすくなってるね。ボーカルは DoDo に比べればやや沈む感じでバックの音がやや目立つのでこういうバランスが好きな人にはおすすめですね。確かに。でもインストを聞いている分には気にならなかったな。ピアノのブロックコードのバッキングのアタックも固めで存在感ある。広域は10キロ以上のピークの影響もあると思うけどシンバル系が少し奥にいるのにしっかり聞こえて邪魔にならない感じがいいね。全体的な印象は力強い低域と柔らかめな中広域以上が特徴で空間の雰囲気は K7 より全ダックの方が感じ取れた。ちょっとオーバーな表現かもしれないけど K7 がスタジオレコーディング、全ダックが小さめの箱のライブレコーディングというイメージ。イヤーチップを広域が出やすいもので主張したけどプレイナーモデルにありがちな広域のきつさはないので広域がよく聞こえてしまう人にはおすすめ。ちょうどいいバランスになるんじゃないかな。あとやや低域強めが好きな人におすすめ。そんなとこかな。はい。聞き始めはちょっと広域が物足りない気もしましたけどこの出方に慣れてくるとハマりそうなバランスでした。プレイナーモデルで柔らかめな質感を探している方には聞いてみていただきたいですね。ということでアーティのプレイナードライバー搭載モデル T10 Pro のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。